こんにちは、サムライジャパン SJ です。さあ、今回はみんなのサブスクリプション第52回です。うわー。こちら、今回はオリス・アクイス・デイトのリミテッドエディションになります。非常にダイヤルが、とにかくダイヤルが綺麗なモデルで素晴らしいですから、ごゆっくりとご覧くださいませ。それではアンボックスいきましょう。This program is brought to you by ミモザさん。アンボックスいきます。どうでしょうか。じゃーんと。うわー。これは、綺麗っていう感じです。とってもいいですね。プラス安定のアクイスですから、問題ないですよね。今回の動画のチャプターですが、順番にサイズ感、重さ、スペック、エクステリア、タイムグラファー、リストショット、コオロギショット、マイソーツになります。こちら、もうあらかじめ測っておりますので、正確にですね、実寸です、これは。行ってみましょう。まずこの幅ですね、ダイアメーター。直径は 43.5mm となっています。43.5mm。割と大きめながら、がっしりとした感じですね。そして縦のラグトゥーラグ。これはすごくて、もうブレスがもうまっすぐ真横まで来ますね。この縦のラグトゥーラグ。ここが 50mm ちょうどです。50.0mm。測りやすいですね。そして厚みですね。夜間。この厚みが 14.0mm。ダイバーズですから、300メーターですからね。はい。そして、このブレスレットの幅。ここの、ちょっとわかりにくいですね。ここの折れ曲がったこの、ブレスがスタートするところですね。これは、その一体型になっていますので、これわかりますかね。そう。で、ここの幅が、最初が 29mm なんですね。そしてぐーっとテーパードしまして、裏の部分、手首の裏に来ると 18mm、今持っているところ、18mm まで下がります。ですので、29から18と、もう 11mm ギューッと下がるんですね。もう少しアップにしましょう。1.6 倍まで来まして、このもう見てください。このネジ止めの凄さ。ガチン。さすがオリス・アクイス。もうがっちり系ですよね。このあたりがとってもメンズ心をくすぐりますけれども。そしてケースはステンレススティールですね。ベゼルがセラミックですね。これ。120クリックです。2、4、5、6、7、8、9、10。そうですね。120クリック。ちょっと少し引っかかる感じがありますが、割とこう強めに設定されているようですね。こう少し遊びもあるかなという感じですが、これは許容範囲だと思いますね。風防はサファイアクリスタル、そして両面ドームサファイア、無反射コーティングとなっています。防水性能は300メートル。ムーブメントはオリス733となっていますね。で、これがベースとなっているのは、セリタの SW200 の1ですね。それを、チューンアップしていると。独自にチューンアップとなっています。パワーリザーブは38時間。振動数は 28,800 振動と。そして、蓄光ですね。いつものスーパールミノバ BGW9 です。では、エクステリアとともに、限定モデルの概要いきましょう。こちら、このダイヤルですね。この美しい3レイ3バースト。めちゃくちゃ、すごく、このあたり、ご覧になりますか？ちょっと紫がかってませんか？このあたり。すごいですね。このグラデーションがお好きで、購入に至ったということなんですね。で、一応限定の名目としましては、世界で最も深い淡水湖を守るという題名で、オリスの使命であるより良い変革をもたらすため、世界最新
最も深い淡水湖であるバイカル湖を保護する研究所と連携し発表された世界限定1999本のモデルですと。バイカル湖。まあ、ちょっと寒い方にありますよね。はい。行ったことはありません。で、まあ、その、ついでにですね、そういえば、レイクバイカルかと。私はレイクルイーズは行ったことあるなと。写真探してたんですよ。で、昔のあれですね、ペーパーの写真。で、それが全然なくて、探しきれずにいましてね。ちょっと余談が入りますので、スキップされる方はどうぞ。30秒ぐらいですかね。ということで、まあ、あちこち探していたんですけど、こんな感じで全然湖とは関係ない写真が見つかりました。見つかったというか、まあアルバムですけど、これ誰ですかね？わかります？わかった方。シカゴブルーズのマイケル・ジョーダンですよ。これ現役時代。懐かしいですけどね、試合を見に行った時のことですね。このような感じになってまして、懐かしいなという感じですね。写真は挿入しておきますけどね、イメージ写真、レイク・ルイーズ。非常に高級リゾートですけれども、こんな感じの、ロッキー山脈バージョンみたいな感じですかね。これは私の登山部時代のこれは北岳登頂ですね。日本で2番目に、高い標高の北岳。3192メートルですか。こんな時代もありましたねということで、ちょっとやっぱり服が、昔ながらの服で懐かしいなという感じがしますよね。はい。これより前の時代にレイクルイーズなんですけど、それ見つからないと。どうでもいいかと。どうでもいいですよと。時計が見たいんだということですよね。はい、失礼しました。ということで、これ時計に戻りますけれども、これはもう言うことなしのデザインですよね。綺麗ですね。そしてオリス・アクイスといえば、キャリバー400、パワーリザーブ120時間が発表されて、なおかつサイズが 41.5 ミリ、つまり2ミリ縮小されてるんですよね。これは 43.5 ミリですけれども、そういう話題性がありますよね。常にオリス、今回は環境関係ですけども、あんまり詳しくないんですよ。ごめんなさい。環境関係。熱心であるということですよね。プラゴミをリサイクルして、裏がわかりやすいんですね。この裏、本来ですと、通常はシースルーバッグになっていたりして、レッドローターなりが見えていたりするんですけれども、このように、デザインがされていて、これがどうやらバイカル湖のイメージだそうです。写真挿入しておきますね。非常にがっちりとした時計。しかもこの夜間型好きですね。そして、このベゼルが逆に出ているんですよね。ポコンと。わかりますかね？ちょっとピンが合わない。こんな感じで、今左側の、このあたり、かなり出ていますよね。回しやすさを追求しているということで、やっぱり非常に回しやすいですね。カチカチっとした感じで、音は聞こえているかなと思うんですけれども、ぴったりですね。このように拡大しますと文字が見えてきますね。非常に綺麗なダイヤルが光る。で、オリス。もうシンプルでこれ分かりやすいですよね。オリスと、下にアクイス。で、プレッシャーレジスタントとありますね。つまり圧力レジスタントは30バー、30バー、30気圧で同じく300メートルですよと。で、その下にデイトがあって、スイスメイドとあると。これはシンメトリーですね。私はこの6G1にあるのが相当好きですね。これ、流図の操作性等々いっていきましょう。まずは何回で解放 ?1、2、3、4、5、6。6回で解放されました。そして、このバネは効いていますね。非常に扱いやすそうな感じがもう手に取ってわかります。そして1段引き出すと、で、上に回すとデートですね。今この 6G1 のデートがチェンジしてます。1、1、2、1、1、1、1。
そうですね。111ですから早いですね。もうすぐ変わります。そして、もう一個引っ張り出すと止まりますよね。そして、ギュッ、ギュッ、25分ぐらいですかね。普通タイプのスピードで回っていきますね。それだけ調整がしやすいと。で、これは、デートチェンジはどうでしょうか。11時が近づいてきて、11時30分。お、ちょっと動いてますかね。もうちょっとアップに行きましょうか。我慢して、我慢して、我慢して。なるほど。これは大体わかりますよね。さあ。オリスの場合は、12時6分ですね。5分、6分でデートチェンジされました。日付を超えてと。日付と言いますか、0時を超えてですね。どうでしょうかね。私はちょっと手前で変わってくれる方がいいかもしれないですね。このクオリティ感が非常に良いですね。何の問題もなくつまみやすいですし、そしてブレスもこのゴツッと、いわゆる3連ブレスですよね。で、それぞれのこの独立具合がすごいですよ。もうすごく動くんですね。ぐにゃぐにゃぐにゃっと。そうですので、こんな感じですよ。スルスルスルっと。非常にスムースな、ブレスレット。両サイドがミラーポリッシュ。で、真ん中がブラッシュとなっていますね。そしてバックルに続くんですけれども、このバックルもやっぱりたくましいですね。これはごっついです。ダイバーズエクステンションを外した状態にしてますね。伸ばした状態。で、これが、ですから、そうですね、1.5 センチぐらいですね。延長されると。で、これをしまう。すごく簡単なんですね。このあたりの作りは、その価格帯としても、国産税であるとか、見習っていただくと良いのではと思いますね。ここ、要は、トゲトゲとかが全くないんですよ。圧巻のアルプス山脈へやってきました。スズメらしきな、チュンチュン鳴いていますが、いや、わかりませんね。はい。そして、そんな時に役に立つのは、やはり信頼のダイバーズ。そして、エクステンションですね。これ、使いやすいですね。もう、外側からもうガバッとつけてしまうと。そうすると、いつでも時計、時刻確認できますよね。これ良くないですか？いつもチュン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 。何だったんでしょうね。変なおじさん。朝から酔っ払ってるんですかね。わかりませんけれど、こんな感じで、エクステンションはいろんな使い方ができますよね。全く引っかかる部分がありませんので、洋服にも安心して使えるというところは非常にこの簡素ながらもしっかりしていますよね。そう思います、私は。あと、このオリスの横はいわゆる鏡面ではなくてブラッシュですね。これ面白いですね。表は鏡面ですよね、このように。で、横はブラッシュと。横から見ると非常に男らしい感じではして、で、上から見ると結構品があるという感じですよね。ダイバーズなんですが、と。はい。で、このように少しずつエイジングされて、すごくいい感じにエイジングされていきますね。で、そしてオリスのバックルがありまして、締め具合はどうでしょうか。このようにがっちりと締まりますね。で、その秘訣はというと、ポチがですね、これ両方押さないとというのがありますが、それぞれ独立してるんですね。今ご覧になりますかね。今向こう側を押してるんですよ。で、こっちが手前。これ今手前を押してるんですよね。つまり両サイドを押さえるとようやくリリース解放されると。このあたりもしっかりしていますよね。そう、もう安心感の塊と。はい。もう絶対にもう落とさないぞと。エクステリアこんな感じで、いつものアクイスやっぱり美しいなというのがご覧いただけるかと思います。そしてセラミックベゼルですので、ここだけ傷が逆につきにくいと。表面はサファイアですから、やっぱり表は傷がつかないようにがっちりと。それにしてもこのダイヤルがすっごく不思議なグラデーションですごいなと。
何度も言いますが、まあ、さすがミモザさんですね。目利きのミモザさんですよ。で、このダイヤルのために買ったようなものですとおっしゃっていましたので、いや、本当にそうですね。タイムグラファーです。5分ほど見ておりましたが、もうプラス2秒で安定します。プラス2セカンドパーデイ。そしてアンプリチュードは320度。すごいですね、パワフル。で、ビートエラーは 0.1。今 0.2 が出ていますが、0.1 ですね、基本的に。そして、28,800振動。1秒間に8振動となっていますね。これをご覧になると、今プラス2が出て少し斜め上に坂を登っている感じのイメージがありますが、まあプラス2秒とすごいいいですよね。これだと実使用も良いですよね。そう。で、3日ほどですね、1日プラス1秒でした。3日間で3秒。つまり日差はプラス1秒。すごい精度が出ていますよね。このあたりのチューニングうまいですね。もう文句ないと。はい。重さはいかがでしょうか。乗せてみます。そうすると、169g ですか。とっても軽くないですか。このゴツ感からして、なんかイメージとしては190ぐらいありそうな感じなんですが、160g 台に収まっています。これは不思議ですね。なるほど。それで違和感がないのですかね。後ほどリストショットです。リストショットです。いつものスーッと。このように映りますね。厚みが 14mm ということですが、まあこのぐらいですね。全然違和感ないですね。で、縦ラグがちょうど 50mm と、この辺りですね。縦。ここが50なので、そんなにガバッと大きく見えることはないですね。装着した感じですね。大きく感じることがない。なんとなく、このショートラグも相まって、非常にフィット感が良いですね。装着感とっても良いです。そして、盤面はドーンと 43.5mm 直径ですね。の円周ですので、まあまあ大きいかなと思うんですけど、とってもそれで、なぜなんだろうと。やっぱりここを見るとですね、ラグが下がってますよね。キュッと。そしてそのままこのフレキシビリティのあるフレキシブルなこのブレスレットに続いていきますので、こういう感じですね。そしていつもの振られ感ですね。ちょっと振りますね。この振った感じがですね、いや、これは、上にドーンと乗っかってるイメージなんですけど、意外や振られ感ないですね。これだと、そして適度な重さ感、先ほど、169g でしたよね。で、重さ感はあるんですけど、いや、これで疲れるということはなさそうな感じ。お人によっては、いや、肩が凝りそうかなとか、いろいろあるじゃないですか。そこまで行くレベルまで行ってない感じですかね。どうなんでしょう。これ 180g 超えるとちょっと肩こりかなみたいな方もいらっしゃるのかなと。なんか今までの経験上そう思うんですけれど、私は200g でも全然慣れてますが、そしてブレスはこのようになってますね。ちょっとアップにしましょうね。で、こうまっすぐ来ていますので、今もちろんきつめではありますけれども、結構ガチガチにはめていますが、パチンとこれまっすぐ来ていますし、そして綿棒くん、いつもの綿棒くんですが、意外と 90% ぐらいですよ。スポーンとはいかないですね。割とこう抵抗がある感じがね、こうエルゴノミクスがしっかりしているなと見て取れるかと思います。そう、こんな感じに映るんですよ。うわー、やっぱこのブルーグラデーションめちゃくちゃ綺麗ですね。グラデーション。そしてなおかつ、この外側に広がるにつれて、こう暗くなっていく。どちらかというと、この外側のカラーに
合っていく感じですかね。ですので非常に連続性が出ていて、そしてなおかつこれ今ここは影になってるんですよ。このライトの影ですね。このようにこうライトの影のグラデーションもあるしということで素晴らしいですね。このグラデーションカラーで買うっていうのは皆さんどうですか？私は本当にそれってすごくクレバーな選択といいますか、上手な時計選びだなぁと思ってしまうんですけれど、私がなかなかそういかないもんですからいつもね皆さんの時計選びにはもう感服するところがありますけれども、最後の一投です。ぐーっと左から来ますね。どうでしょう、綺麗ですね。ちょっと明るすぎるので切りましょうか。こんな感じでいきましょう。うわー、これがスーパールミノバ BGW9 ですね。そして右側からセイコーのいつものプロスペックスですね。やはり黄緑。スイス勢はどうですか？ブルー系が非常に多いですね。緑は一番見えやすいカラーであるということで、緑に近いものが選ばれているということらしいのですが、割とスイス製ブルー系が多いですよね。マイソースになります。今回はちょっと落ち着いたトーンで行ってみたんですが、いかがだったでしょうか？上げ上げトーンと、いやこれすごいんですよ。だから本当は上げ上げでうわーとか行きたいとこなんですけど、ちょっと雰囲気を変えて、ジャズでもかけたいようなそういう具合のトーンで行ってみました。大きさ 41.5 のキャリバー400もありますが、これで、セイコーがこれ 40mm なんですね。ですのでやっぱり 43.5 と40、大きさとしてはやっぱりかなり違うんだろうと見た感じですね、思いますね。この 43.5 のドカーンも好きなんですけれども、ウォッチコミュニティの中ではやっぱり少し小さくしてほしいと。でオリスはその要望に応えたということなんですね。ですからオリスは要するにお客様の声をよく聞くメーカーとしても知られていると。もう独立系ですからね。こういうところは非常に強いんだと思うんですね。オンリーワンと申し上げますけれども。ですからその要望に従って、全部要望に応えるっていうのは難しいでしょうから、それを精査して要望が応えられる、もしくは大多数の方がそう思っているという時にはそういう判断をすると、その経営判断の素晴らしさですね。ファミリー経営なりの小規模、小規模というか売上ベースだとすごく大規模ですけれども、コーポレートガバナンスに関してはファミリーの、名前がつく方が実権を握っているとすればですよ。すればですが、そのあたりの経営判断非常に求められるかなと。お金かけなくても今はもう本当にコミュニティ SNS 等々で意見がどんどん吸い上げられますのでね、昔のようにという感じではないはずなんですね。そのあたりをなんか思ってしまいましたね。そこがやっぱりオリスのすごいところなんだろうと思ってしまいます。そうするとやっぱりファンはたくさんいますよ、それはね。そんな感じで私もそのファンの一人でございます。皆様はいかがだったでしょうか？またいろいろとご意見お寄せいただければと、お気軽にコメントくださればと思いますね。今回は落ち着いたイメージでいきましたが、どうだったでしょうか？暗かったなと思えばまた明るいドーンと変えますので、またよろしくお願いいたします。この度はミモザさんどうもありがとうございます。そして皆様明日も明後日もお元気でいってらっしゃい。